タカジャファルコンズの千秋です。安藤です。今日は雪かきって失うものが多いよなって話をしていきたいんやけど、今、すごい一連の寒波の影響で、日本海側がちょっと記録的な大雪になっとんのやけど、例えば、積雪量で言えば、新潟県の魚沼市で3メートル10センチ、山形県の大蔵村で2メートル83センチっていう驚異的なやばいな。積雪量で、都市部とかで言うと、青森市で98センチ。で、北海道の帯広で84センチで、富山市も62センチっていう、例年倍、3倍とかの数字で雪が積もっとんのね。でも、もともとさ、日本の豪雪地帯の青森とかってさ、世界一雪が多いって言われとるよな。だから日本って世界一雪が多いんやんな、確かな。おいおい。っていう話もある。それでもすごいな、でも。2メートル、3メートル。考えられん、もう自分の身長よりも高い雪をさ。で、雪が積もるから、もちろん雪かきをしてかなあかんわけで、さすがに雪に慣れとる北陸とか東北の人からしても、この要は明日も明後日も雪って考えると、嫌な気持ちになるとか、1月はあまり降らんかったから、その分2月に入って急に降ったから大変だみたいな声が結構上がっとんのよね。ヤフーニュースとかでもな、書いてあったな。そう。各いう我々も、特に俺は今、富山に住んどって、で、千秋さんも一時な、金沢にああ、そうやな。住んどったから、多少なりとも、雪かきの経験があると思うんやけどさ。で、俺らは全く三重っていう雪の降らんところに住んどったから、雪に対する免疫が全くなかったんよね。そうやな。三重の中でも、通やから海沿いで。真ん中の方、年に一回降るか降らんか。でも降ったら大騒ぎみたいな。ああ、そうやな。年に一回、降ったらもう、小学校やったら授業中止になるからな。みんなで雪遊びしようみたいな。雪をさ、かき集めて、もう半分さ、もう土が混ざっとるようなさ、雪玉をさ、投げ合ってさ。あれ石入ってるからな。そう。石が入った雪玉が飛んでくるみたいな。そう。っていう地域からさ、朝起きたら腰ぐらいの位置までさ、雪が積もっとる地方に住んでさ、思ったんが、マジで雪かきがストレスなんよね。大変やわな、雪かきはな。雪かきするメリットがちょっと1ミリもないなって思って。で、今日も俺、朝から雪かきをして、まず家の前の雪かきをして、で、その後会社の駐車場の雪かきをして、で、会社の日中回った後夕方戻ってくる時に止めるために、日中積もっとった雪を、車をね。そう、また雪かきしてっていう、雪かきをな、三重に住んどった時は、雪かきに対しての、憧れじゃないけど、ちょっとやってみたいなっていう気持ちはあったんやけど、もうここまで来るとな、さすがに雪かきはやりたくない。1日合計するとどれぐらいの時間雪かきしとんの？ 1時間半ぐらいしとる。1日のうち1時間半。東京の人やったら、その分をYouTube 見たり、しこったり。そう。しとるのに。雪国の奴らは、雪かきに費やされてるわけやな。朝起きる時間もな、1時間ぐらい早く起きて、他の奴らが30分、40分寝れたのに、北陸に住んどるってだけで30分早く起きて雪かきをするっていうなことを考えると、雪の耐性ない人間からすると、それがな、ちょっと苦痛でしゃあないんよね。雪かきのさ、失うものって、時間だけじゃなくってさ、体力もやしさ。そう、雪重いからな。そう。時間と体力と、あと、人間関係とかも失われる。会社とかの話になるけど、他の朝早く来て雪かきしとる人もおれば、雪かきが全部し終わった後にのこのこと出社して、雪かき全く参加せん人とかも中にはおるから、マジで人間関係もな、気吸ってくるかもですね。近所付き合いとかやったら、よく聞くよな。もう下手したらもう雪かきしてないところに投げる可能性もあるから。雪国やとさ、自分家の前は家の人が雪かきをするっていう、ローカルルールみたいなのがあるよな。そう。出れんからな。でも、せん人がおったりするわけや。いや、絶対誰かがしてくれるやろ精神のやつがおんねん。というかそんな別に雪降っとってもいいやろっていうか、多少積もっとっても別に長靴履いたら出れるしぐらいのさ、そう。人もおるからさ、そうなると、他の人らはさ、自分ら雪かきしとんのに、雪かきしてねえ奴らが、自分らが雪かきしたところを歩いてっとるのっていうの腹立ってしょうがないんやろ。確かに。わかるけどな、そういう気持ちも。そう。昔から、雪かきをするのが当たり前と思っとった、もともと住んどった人らからすれば、それが普通のことかもしれんけど、俺みたいに全く違う地方から出てきて
雪かきをさせられるようになったっていう考えたら、マジで何しとんねやろっていう思いの方が強い。雪国の人って雪嫌いな人多いやん。あれってさ、9割9分雪かきが嫌やからやろ。いや、それもあると思う、絶対。それ以外に理由あんのかな。だってさ、俺がさ、例えばさ、学生とかやったらさ、なんかこのしとる間に勉強できるんじゃねとか思うもん。まあそりゃそうやろ。だって雪降ってない人からしたらその時間丸々ないわけやからな。そうそう。でも意外にな、なんか北陸のな、学力高いらしくて。あそうそう。福井、石川、富山っていうのはもう全国でもトップクラス。まあ、特に福井とかはもう社長の排出がなんか1位みたいな感じで、ハングリー精神なんかわからんけど。あんまりそこでな、雪が多いから学力に差が出るとかはないんかなって。あ、そうか、そこの相関関係は多分ないな。ないかな。まあ、運動とかな、部活とかはあるやろうけどな。外でやる部活とかはね。まあ明らかにグラウンドが使えんとかな、あるから、まあだから雪国のハンデっていうのが、に住んでやっと分かったな。思った以上にな、雪国の人と雪国じゃない人っていう、まあハンデって言ったら雪国の人に失礼かもしれんけど、そういうのあるなと思ったわ。タイヤも変えなあかんしな、車は。ああ、そうそうそう。スタッドレスタイヤは無駄に高いからな。金銭的な面もあれば、タイヤを保管する場所がかかったりとかさ。うん、そうそうそう。あと、まあ、時間もかかるしな。学生の頃もケチって中国製の、まあ、4本で1万とか1万2000の安いやつ使ったらマジで死にかけたことあるからな。ブレーキ効かんくて。マジでケチるべきじゃないなって、その早めに分かってよかったわ。あ、そんな変わるんや。全然違ったな。マジで。ツルッツルやったからな。タッドレスタイヤのくせに。ノーマルタイヤかと思ったもん。でも俺は、まあ、金沢も含めて、その寒冷地、いわゆる雪国って言われる場所に5年ぐらい住んだことがあるんだけど、過去に。はいはいはい。でも、もともとさ、雪がないところ、まあ、三重県におったから、雪普通に好きやったんよ。はいはい。雪降ると嬉しかったし、雪国に住んでからも。私別に雪かきもそんな嫌いじゃなくて、まあしんどいのはしんどいけど、達成感みたいなのあるから。確かにな。だから今も別に雪が嫌いじゃないな。いや、わかるけどな。しんどいとかさ、道歩きにくかったりするっていうな、辛さはすごいわかるけどな。あ、道はな、雪かきしたとこしか歩かんからな。いや、車も車で悲惨やけどさ、まあ大体車が通るところって優先的に除雪されていくやん。うまそうやな。あと、融雪機でな、道路から水が出てきたりしてさ、雪とかされる。大体車が通るところやけどさ、歩道が問題よな。大体歩道潰されるやん。確かにな。あれな、一番よくわからなかったのがさ、歩道ってさ、雪かきされとってもさ、人一人が通れる分ぐらいの幅しかなくてさ、うん、そうやな。前から人が来たらすれ違いやんわけやん。あの時のなんかさ、駆け引きみたいなのが発生するやん。そうどっちがどいて、その新雪のふかふかしたところに足を踏み入れて、ブーツとか靴を濡らす覚悟をしやなあかんからな、あの時。そうそう、だから、避けたらさ、自分が損するっていうか、単純に足がびちゃびちゃになるっていうのがあるやん。そうそうそう。だから譲りたくても譲れやんし、で、まあ、お互い譲りたくないからな、もう肩ぶつけ合いながらすれ違うみたいなさ。で、なんかさ、一番困るんが、長靴履いとるやつと履いてないやつがすれ違う時なのよな。はいはい。長靴履いとるやつと履いてないやつやったら、多分履いてないやつは道譲らんから、長靴が妥協しやなあかんねん。両方の思惑があるんよ、あれって。あ、長靴履いてないやつからすると、お前長靴履いとんねやから、雪の方に入って避けろよって思うんやけど、長靴履いとるやつからしたら、お前なんで雪降っとんのに。いや、そうやん。履いてないみたいな。お前が履いてないんが悪いんやろって。だからお前がどけよっていう気持ちなのよ。いや、わかるわ、それ。俺両方の立場になったことあるけど、自分が履いとる側になった時もあるし、履いてない側になった時もあるけど、都合のいい考えになるな。その時次第で変わる。そうそう、変わるな。俺が履いてない時はもう長靴履いとるやつに対して、はいはい。履いとんねやからどいてくれよって思っとったもん。大概はな、長靴が結局妥協することになるからな。まあそうやな。長靴履いとるやつが妥協することが多いよな。あとさ、会社とかもそうやけど、もう朝のその貴重な1時間をさ、雪かきに使うくらいやったら、雪かきのバイトとかさ、雇ってさ、やってもらった方が絶対効率いいと思うんやけど。雪かきのさ、除雪バイトっていうのが結構あるみたいやな。はい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 。雪国、この冬の時期になるとな。いや、絶対需要あるよ。ジモティーとかさ、バイトの情報のサイトとかで調べると、普通に出てくるんやけど、雪かきアルバイトの収入を調べるとな、一般的な手作業で日給9000円から1万3000円ぐらい。だから、時給換算すると1250円から3000円程度の範囲になることが多いみたい。でも、雪かきで1万3000は、どうなんやろね。範囲にもよると思うけど、全然やってもいいなっていうレベルかな。もうバイトって割り切れるなら、これが仕事やと思ったら。まあ別に特別なスキルもいらんしさ、
そう、とりあえず体力さえあれば。屋根の雪下ろしとかと違ってさ、まあそんなに危なくもないやん。そうそう、雪下ろし危ないからな。普通に道とかの駐車場の雪かきやったらさ、全然、それで1万とかもらえるんやったらいいけどな。出稼ぎで住み込みで生活しとる人おるんじゃない？冬の間だけ、インターンみたいに。実際さ、東京とかさ、全然雪国じゃないところからさ、土日に北陸とかさ、東北行ってさ、フル稼働すれば、土日で5、6万ぐらい稼げるんじゃん。いや、稼げると思う。年末年始とか結構長期休暇ある時にやったらいい仕事になると思うわ。毎週やれば結構稼げそうやけどな。最悪もう個人でさ、募集かけてもいいかもしれんしな。怪しいか。さすがに。でも別に、ただ雪かきするだけやから、怪しさも何もな、別に被害がありそうなもんでもないけどな。マジでさ、なんか、したい、やってみたいっていう意見もあるやん。結構てか俺実際、三重に住んだ時は全然それ思ってたしな。雪かきして。雪かきに対する憧れもあったもんな、なんなら。あれさ、自分のさ、雪かきした道をさ、何も知らん人がさ、そこを歩いてくれるのが結構楽しいよ。そやな。役に立てるっていうかさ、そうやりがいはあるよ。やった甲斐あるなって思うよ。だからさ、絶対に雪かきをしたくない雪国民と、雪かきをしたい雪国以外の民で、ウィンウィンやと思うけどな。それで仲介役になって両方からお金取れるみたいな仕事ができるかもしれん。まあ実際学生ボランティアとかでもあるみたいやからな。あるんか、やっぱり。雪かき学生ボランティアに高齢者から依頼が殺到しとるっていうニュースが載っとったな。しかも学生のさ、雪かきのボランティア、バイトどっちでもいいけど、学生同士やったらな、男女のさ、親密になれそうじゃない？雪かきって。確かに雪降ってる時って静かやし、声もあんまり通りづらいからな。そう。だから近づいて話さなあかんしさ。二人っきりで親密な会話を他人に聞かれることなくできるし、共同作業やからな。100歩譲っていいところはそんくらいか。未だにさ、その雪かきが人力なんか謎やけどな。そう、それはマジで思う。昔、このさ、発達したさ、現代においてさ、なんで雪かきだけさ、未だにスコップとかシャベル持ってさ、せっせって肉体労働でやっとんのそれは確かにな、よくわからんけどな。もっと効率的にできるやろ。確かに雪かきのさ、経済的な損失大きいような気するもんな。いや、大きいよ。そんな雪かきに生産性ないからな。言っちゃ悪いけど。実際調べてみると、最近、東京の会社で雪かき除雪ドローンっていうのが開発されてるみたいで。いや、もっと普及してくれよ。完全な無人で、その自動運転させたりとか、ドローンやから遠隔操作で、雪かきの、除雪機か、除雪ドローンを動かしたり、サイズもコンパクトやから、小回りが効いて、普通の除雪車が入っていけやんような、家の前とか駐車場とかもできるっていうのがあるみたいな。AI が搭載されとって、段差とか壁とか側溝を自動で検知するんやってよ。絶対需要あると思うけどな。まだ試験段階みたいやけどな。でもそういうのに限ってバカ高いんやと思うけど。一般家庭にも普及できるぐらい。泣き調べたら1台100万って。やろう。だから一般家庭にはちょっと手が出せんような企業向けか。でも集合住宅な、高層マンションとかやったら1台2台置いてな。やったらそれだけで入居者増えそうやけどな。確かにな。でも高層マンションはあれか、立中とか屋根のある駐車場が。いやマジ雪かきしなくていいですっていう物件あったら、絶対いいけどな。雪国ってあれやもんな。だいたい建物の1階が駐車場になってるよな。そうやな。雪国独特やな。いやマジでこれはな、ちょっと三重に一生住んどったらわからん人生経験やったわ。で、改めて雪国の人に対してな、尊敬っていうかな。リスペクト。なんか、持つようになったな。でも、北陸はあれやん。水出とるやん、道路から。北海道とかはさ、融雪のパイプが逆にあっても凍るから、そういうのないやんな、融雪機が。なるほどね。その分楽っていうか雪かきの労力っていうのは多少そがれとると思うけどな。なるほどね。いや、そう考えると北海道住めやんわ。雪も去年全然降らんくて今年ガッて降るから、都市によって結構差があるみたいやから、今年こんだけ降ったから、来年は雪かきそもそもせんでいいっていうぐらい降らんのがベストやと思うけどな。確かにな。っていうか、北陸とかさ、豪雪地帯がさ、豪雪を記録するときってさ、東京とかの太平洋側ってさ、別に雪降らんからさ、太平洋側の人たちって日本海側の人に雪かきしてもらってるみたいな感じなの。日本列島全体で言うとな、日本海側の人が雪かきしてくれとるから太平洋側の人は雪なしで過ごせるっていう。太平洋側からの人間からしたら、大雪のニュース見て、こんな雪が積もっとるんや、やべえってなって、
終わりやからな。で、土日スノボ行こうみたいな感じ。そう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 、マジで。そんな気持ちやからな。あいつら、元太平洋側の人間からすると。あなたたちがいるおかげで、俺たちは快適に過ごせとるわ。北アルプスとかのな、壁があるおかげで。こんな感じで、今日は雪かきって失うものが多いよなっていう話をしてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。